皆さん、こんにちは。今日は、ハライチ澤部さん、笑いの裏にあった本当のベストファーザー。そんな、澤部さんらしい、ほっこりエピソードを見ていきます。この動画は、ただの受賞ニュースではありません。ガッツポーズで笑わせて、妻への感謝で照れて、相方岩井さんの一言でハッとして、最後は、家族への愛情がにじみ出る。そんな、スマイルひまわり賞もダブル受賞した澤部さんのスマイルエピソードを見ていきましょう。それでは、美味しいどら焼きでも片手に6分間の物語、ゆったりとご覧ください。エピソード1、登壇からいきなり澤部さんらしさ全開。おめでとうございます。では八木原理事長より表彰状が6月3日、都内で行われた授賞式。芸能部門で名前を呼ばれた澤部さんは、よっしゃー、やりました。と、ガッツポーズで登壇しました。ベストファーザー賞なのに、まるでバラエティ番組の大勝利。でも、この明るさが澤部さんです。綺麗に感動だけで終わらせない。照れを笑いに変えて、会場の空気を一気に柔らかくする。父親としての受賞なのに、まず芸人として場を温める。ここに、澤部さんの人柄が出ていました。エピソードに、よこせと言い続けた、悲願の賞。澤部さんにとって、ベストファーザー賞は、悲願でもありました。テレビやラジオで、ベストファーザー賞をくれ、よこせと、何度もネタにしてきたそうです。フジテレビ系の昼番組ぽかぽかでは、ベストファーザー賞への道という企画までありました。ただ、その企画について、澤部さんは4回くらいで終わっちゃったと笑いに変えています。本気で欲しい。でも、欲しがりすぎる自分も笑いにする。その欲しがり方まで芸人らしいのが澤部さんらしいところです。エピソード3、相方岩井さんの一言で人間に戻った。そんな澤部さんに大事な一言をくれたのが相方の岩井勇気さんでした。澤部さんが賞を欲しがり続けていた時、岩井さんは子供にベストファーザーと思われていたら賞なんかもらわなくてもいいだろという言葉をかけたそうです。この一言で澤部さんはハッとした。賞をもらうことより家にいる子供たちにどう思われているか、テレビの評価より家族の中でどんな父親でいるか、長年一緒にいる相方だからこそ笑いながらも一番大切なところをつける。澤部さんは今回家族だけでなく相方にも感謝していました。エピソード4、まず出てきた言葉は妻への感謝。受賞の感想を聞かれた澤部さんが最初に口にしたのは奥さんへの感謝でした。澤部さんには長女、次女、長男の3人のお子さんがいます。奥さんが3人の子供を見てくれている。そのおかげで子供たちがまっすぐ健やかに育っている。そう語りました。しかも、まだ奥さんには受賞を伝えていなかったそうです。理由は、恥ずかしいから。そして、返してこいと言われるのが怖いから。トロフィーをレゴの横にそっと置いて、少しずつ気づいてもらおうか。そんな風に笑わせていました。愛妻家なのに、いざ感謝を伝えるとなると照れる。この不器用さが、また澤部さんらしいです。エピソード5、家に帰ると、好きな人が待っている。澤部さんの愛妻家ぶりは、今回だけの話ではありません。過去の番組では、家に帰ると、奥さんがいて、その時間がずっと好きだと語っています。子供たちを寝かしつけた後、奥さんが起きている。そこへただいまと帰って、手を握りながら30分ほど、その日にあったことを話す。澤部さんは、家に帰ると好きな子がいるという気持ちが今も続いている、と話していました。結婚して、子供が生まれて、毎日はどんどん生活になっていく。それでも、帰る場所に好きな人がいる。その感覚を、ちゃんと言葉にできるところが、澤部さんの可愛らしさです。エピソード6、
テレビ出演578本でも、家では洗濯、掃除、皿洗い。選考理由にも、具体的な数字がありました。澤部さんは、2024年にテレビ出演578番組で、タレント番組出演ランキング1位。平日昼のぽかぽかをはじめ、相葉マナブ、日曜日の初耳学、いくらかわかるかねなど、多くの番組に出演しています。それでも家庭では、洗濯、掃除、皿洗い、ゴミ捨てを丁寧にこなす。土日はなるべく休みをとって、奥さんの自由時間を確保する。子供の入学式や卒業式などの節目には、なるべく立ち会う。怪我や病気の時には、最善を尽くす。テレビで忙しい人が、家では生活の手を抜かない。ここが、今回の受賞理由としても、大きなところでした。エピソード7、ダブル受賞したスマイルひまわり賞。今回、澤部さんは、ベストファーザー賞だけでなく、スマイルひまわり賞もダブル受賞しました。その時に、澤部さんは、辛い時もテレビで無理やり笑ってきた回があった、と話しています。お昼の番組で笑っている人にも、疲れる日があります。しんどい日があります。それでも、画面の前の人が少し明るくなるように、笑顔で立ち続ける。その笑顔が、父としての姿にもつながっているのかもしれません。エピソード8、最後に見えたのは、家族と相方に感謝する人。澤部さんの受賞は、綺麗な感動話だけではありません。よこせと言って笑わせる。4回で終わったと企画をいじる。妻にまだ言えていないと照れる。トロフィーをレゴの横に置こうとする。岩井さんの一言でハッとする。でも、その全部の奥にあるのは、妻への感謝、子供たちへの愛情、相方への信頼、お笑い芸人として笑わせながら、家では3人の子供の父として日々を重ねている。今回のベストファーザー賞は、澤部優さんの笑いの裏側にある温かい人柄が見えた受賞でした。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。この動画は、世界中の日本ファンへ、33言語の字幕付きでお届けしています。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。